影ができると反射してないから、じゃあ白くなっていないところが黒くなって、そこだけ奥が見える。すごいね。よろしくお願いします。漫画プロジェクトのために、いろいろマイキーさんがいるので、いろんな相談があるところ。すいません、なんかいろいろつまえないですけど、ごめんなさい。はい、本当に質問が、これが iPad でやってます、デジタル。でも本当に多分アナログで書きますけど、でも最初ちょっとコンポジションとか、今のイメージがキャラクターが実は飛びます。後ろは建物。書き方ちょっとわからないですね。いろいろテクスチャーとかいろいろあります。なんかいい建物のいい建物。かっこいい建物。なんか背景マスターの建物。イメージ的にどういう？そうですね。ちょっとなんかグラスだけみたいなビルあるじゃん。じゃあモダンっぽい。そうそう。ちょっとニューヨークみたいな感じ。これはちょっとちっちゃいハットがある。How do you say ledge? ブランダではなくてなんかビルから出張ってるところ。そう。ちょっとだけ立てそうな。そうためにみんな、like よく映画でなんかちょっとあれってこのところがちょっとテクスチャーとかちょっとわかんないですね。おすすめ技ありますか？おすすめっていうか、普通に単純に写真見てビルどうなってんのかなっていうのを見て僕は描いていくだけですから、まあでもそのまま描かなくても、自分でいいように組み合わせて描いたりはしますけど、例えばそのガラスだけのビルをいっぱい描いちゃうと、シンプルになりすぎて、なんか面白くないので、いろんな形、四角もあったり丸もあったりとか混ぜていくかなって感じですね。ビルも種類はいっぱいあるんで、なんかよくあるパターンとか書いてもらえますか？こういう大きい窓の代わりになんかよくある形とか。どうなってんのかな。ここもビルなの？そう。例えば飛んでる、その後あれ、これも別にこのまま生かすんだったら生かしていいし、これかなりこの人と近いよね。maybe 2ミターぐらいかな。まあじゃあそんだけあるってことは、ある程度なんか細かい作りも入れないといけない。そっか、もっと遠いディテールがあまりないですね。そう、遠いとディテール少なくしないといけなくて、例えばこっち側にあるはずのビルをこっちに描く鏡として、このビルのこっち側にある影として描くと、こっち側にビルがある。すごい。さすが。すごいね。鏡入れて。で、こっち側のビルの反応なんだ。で、影ができると、こっちが光が当たって白くなってるんで、見えないんだけど、ここに影ができると中が見えるんで、例えばテーブルとか行って人のシルエット入れたりとか。そういうこともできるかなって感じです。必要があればだけどね、必要なかったら書かなくてもいいと思う。やばい、もう完全、もう満足。この中身はこのビルの中身。そう影ができると反射してないから、白くなっていないところが黒くなって、そこだけ奥が見えるし、書かなくても普通に真っ黒でもいいし、単純にこっちのビルを書いてもいい。簡単にね、全部書かなくていいからこの辺からだん見えなくなっていいから、こういう感じにしていって、ちょっと見えなくなっていっていいから書くとかでもいいし、でこっちの手前のやつはいいかなって気はするんですけど、だからこれどうしようかな。そう、道がちょっと狭い気がするんです。そう、なんか僕の道がめっちゃ狭いになって、いつもそれ問題ですね。狭いんだけど、でも違う、あれだ、狭いんじゃなくて、多分高さが足りないのかな。道路もうちょっとちっちゃくていいんじゃないか。車が多分これぐらいとかでいいんじゃないかな。のが高さも出るし、あとニューヨークっぽい歩道があって、手前のやつね、サイズ感がちょっとあれですけど、これあくまで下書きなんであれですけど、こういうところの下は濃いめにしとけば影になるんで、本当にどういうビルがあるかはちょっと調べてちゃんとやらないとダメだけどね。これが歩道歩くところなんだけど、全部がここのラインに沿ったビルじゃないと思うんでね、ここのビルはここかもしれないけど、こっちのビルはここ
だったりとかこう差があると思うんで、あと高さも違うしね、その辺も考えながら書いて、ニューヨークってなんか舗装されてるよな。あとビルも丸いやつとかもあると思うんで、こう曲線のやつとかね、こう入れたりとか。さすが。ビルがねあんまりちょっと見ないと分かんないんですけど、まあなんかこういうタワー的なやつがあったりとか、この辺もまあ大体同じように書いていって、こっちの奥にもまあちょっと遠いけど、まず背景1ここ1、背景2がここまで、まあ、この道路も含めてね。で背景3がこれとこれの線に当たらないように、こうビルの影を描くとまた奥にちょっとビルがあるように見える。そうですね。でこれはもうシルエットでいいから、まあ、トーンを貼るなりいいですね。なんなりすれば、まあとりあえず空間ができて、でまあこれにまあ距離がちょっと難しいんですけど、もうちょいこのキャラクターがこっちのビルに近ければ、まあここのビルにこいつの影を作ってあげれば、まあそれっぽい。フォーグラウンドとか入れないです。ああどうだろう、そこまで気にしない。まあどういうシーンかによるので、漫画だったらセリフとかが入るじゃないですか。で状況、今何をしてるかとかも入ってくるので、背景をとにかくいっぱい入れればいいってもんじゃなくて、キャラクターとかお話に意識を向けないといけないから、やたら書き込んでても見るのが大変なんですよ。情報が多くなるから。だからまあその塩梅はバランス取って、こんぐらい書いとけばいいか、もうちょっと減らした方がいいかとか考えてやる感じかな。なるほど。あとは書きたくないところはいっぱい大きいセリフ入れてすごい急になんか喋っちゃってビルの形は本当に見ながら調べてやらないといけないけど。オッケー。はい。で大丈夫ですか？なんかいろいろちょっとみたいな感じ。そう。あとやっぱりそれが全然考えなかった。映り込みがね。そう。なんか影にしてただ書きたくなかったじゃなくて、ちゃんとこのこっち側とこっち側が境界があるようなバウンダリーあることになりますよね。影にしたら。そんな感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた多分 G ペンとかで書いてみたらもっと他の質問が結構思いつくかもしれないですね。そう。でも僕も前のドキドキビデオ見てます。ありがとうございます。じゃあぜひトニーもマイキーもいろんなところで、まあトニーはスケッチフリックスチャンネルどうぞよろしく登録お願いします。そしてマイキーはTwitter、インスタとか Facebook で見えるので、2人ともリンクは下にありますのでぜひチェックしてください。お願いします。バイバイ。なんでいなくなっちゃった急に